モブがまたやらかしました。先日、モブ公式 X がリリーによって乗っ取られました。過去にもソーヤー博士によるハッキング騒動がありましたが、まさか再び起こるとは思いませんでした。そろそろ本格的にセキュリティを強化した方が良さそうです。そんな中、リリーが始めたのは、以前のソーヤー博士と同じく質問大会でした。リリーは本当に生きていたのか、彼女は一体何を目的としているのか。今回は、そんなリリーの投稿内容から見えてくる意味を考察していきます。リリー生存説。チャプター5の発売から約2ヶ月半、突如として姿を現したリリー。その傍らには、捕らえられたと思われるギブレットの姿も映っていました。どうやらポラロイドカメラで撮影された写真のようです。そんな画像とともに投稿されていたのが、こちらの文章です。ヤッホー、フレンドリーフランキーズのみんな、誰を見つけたと思う？そう、新しいお友達候補だよ。ただ問題が一つあって、お互いのことをまだあまり知らないんだ。お互いに質問するための質問をみんな考えてくれる？ありがとね。バイバイ。シリーリリー。ここで言う新しいお友達候補とはギブレットのことです。リリーはファンに対し、この2人についての質問を募集していました。終了時には質問数が2000件を超えていたようで、この投稿に対するファンの関心の高さがうかがえます。ここでまず気になるのが、リリーは本当に生きていたのかという点です。チャプター5では、雲の足場から落下したことで死亡したと思われていたリリー。しかし、その後に登場した看板の内容から、一部では生存説が噂されていました。このことから、チャプター6でリリーが復活するのではないかという期待も高まっていました。実際、ポピープレイタイムでは、過去にハギーが復活しているほか、同じく質問大会を行っていたソーヤー博士もチャプター5で再登場しています。そのため、今回の投稿も看板同様の伏線であり、次回作でリリーが復活する可能性は十分に考えられます。では、この投稿は本当にリリーの生存を意味しているのでしょうか。ここで重要になるのがギブレットの存在です。チャプター5のラストでは、ギブレットは主人公と共に行動していました。しかし今回の投稿では、リリー側に捉えられているようにも見えます。もしこれが本編後の出来事だとしたら、主人公は一体どこへ行ったのでしょうか。この投稿を史実として扱うのか、それとも単なるファンサービスとして見るのかで、今後の展開の見え方は大きく変わってきます。ただ、チャプター5ラストからつながる展開としては不自然な点も多く、さらに潰されたはずのリリーがほぼ無傷であることを踏まえると、これはチャプター5以前の出来事である可能性が高そうです。つまり、過去の出来事だということです。今回の投稿は、チャプター6への直接的な生存伏線というより、リリーというキャラクターの再稼働を示す演出だった可能性が高いでしょう。では次に、この謎多き文章の内容について詳しく検証していきます。シリーリリー。最初の投稿で特に目を引くのが、シリーリリーという名前です。実はこの名前、ゲーム内にも登場していました。リリーの日記を見ると、書き手がシリーリリーであることがわかります。私は当初、シリーとリリーという2人の人物が存在していると考えていました。しかし今回の投稿内容を見る限り、シリーリリーとは、海外の子供向け番組などで使われる、韻を踏んだ呼び方を意識した、リリー独自の表現である可能性が高そうです。つまり、ここでのシリーリリーという名前は、お茶目なリリーのような意味を持っているのでしょう。さらに興味深いのが、日記に書かれていた、リリービリーシリーティリーという言葉です。これも4人の名前ではなく、百合の花のような、お茶目で、ふざけていて、ちょっとおバカな、そんなニュアンスを持つ、いい意味で言葉遊び的なタイトルだった可能性があります。日本語で例えるなら、鬼やばい、バカ安い、キモかわいい、のような、ネガティブ寄りの言葉を親しみとして使う感覚に近いのかもしれません。実際、リリーの被験者であるグレイシーも、テレビの中で孤児たちを、愛らしい百合の花たち、と呼んでいました。リリーがグレイシーから影響を受けているのか、あるいは、グレイシーの記憶の断片が残っているのか、その詳細は不明ですが、少なくともリリーがリリーズという表現を強く意識していることはわかります。さらに、日記の内容を見ると、リリーがグレイシーに強い執着を持っていたことも見えてきます。ピットに捨てられたグレイシーの遺体を自室へ運び、衣装を着せ、さらに花まで添えていたリリー。こうした行動を見る限り、グレイシーはリリーにとって特別な存在だったのでしょう。また、グレイシーの影響によって、現在のリリー人格が形成されました。だからこそ、この日記のタイトルも、百合の花のような、お茶目で、ふざけていて、ちょっとおバカ。そんな存在として、
グレイシーを表現していただけなのかもしれません。リリー・ビリー、保育園の損傷と書かれたメモには、リリー・ビリーという名前が使われていました。文末に記されていることから、これは書き手自身の名前だと考えられます。先ほどのシリー・リリーと同じように訳すなら、リリー・ビリーとは、ユリのようなビリーという意味になります。では、このビリーとは一体誰なのでしょうか。メモの内容を見る限り、文脈上はリリー本人とも受け取れる内容になっています。以前の動画で私は、リリーの被験体は2人いるのではないか、という考察をしました。そして今回のメモを見ると、その可能性を補強するような違和感があります。特に注目したいのが筆跡です。このメモは、最初はかなり興奮した状態で書かれているように見えます。しかし途中から徐々に落ち着きを取り戻している印象を受けます。さらに文脈を見ると、グレイシーのビデオで教えられていた、怒った時の対処法を実践していることもわかります。このことから私は、このメモは、リリーの中に存在する、ビリー人格の状態で書かれたものではないかと考えています。さらに意味深なのが、2人の人物がドールハウスへ入っていくように描かれたイラストです。これも、一つの存在の中に2人がいる、という構造を暗示しているようにも見えます。加えて、今回の投稿では、ファンに対して、お茶目でふざけた友達、あるいは、フレンドリーフランキーズ、仲良しで愉快なお友達、といった呼び方も使われていました。こうした、韻を踏んだ親しげな呼び方を繰り返していることを踏まえると、ビリーという名前も、リリーの中に存在するもう一つの人格を表す名称だったのかもしれません。そして、作中で語られていたこの言葉、一つだったものは、ついに別れた。このセリフも、単なる比喩ではなく、リリー人格の分裂そのものを示していた可能性があります。つまり、リリー・ビリーとは2人の人物名ではなく、リリーの中に存在する別人格を意味していたのかもしれません。ホワイトボード、2回目の投稿では、1枚の画像が添えられていました。そこに映っていたのは、テレビ画面に表示された謎のマークと、落書きだらけのホワイトボードです。実はこの場所、ゲーム本編では別のパネルが飾られていました。さらに文字には、スペンサーがここにいた、という意味深なメッセージも添えられています。そのことからも、この画像には何かしらの伏線やヒントが隠されている可能性があります。まず注目したいのが、テレビ画面に映っているロゴです。これは IGN、世界最大級のゲームメディアの一つであり、ゲーム関連の情報を発信しているネットワークです。このロゴが表示されているということは、近いうちにポピープレイタイムが IGN で大きく取り上げられることを示唆しているのかもしれません。こちらについては、今後の続報に期待したいところです。しかし、本当に重要なのは周囲の落書きです。これを書いたのは、先ほどここにいたとされるスペンサー氏なのか、それともリリー本人なのか、現時点ではわかりません。ただ、どちらにしても何らかの意味を持つ絵であることは間違いないでしょう。描かれている内容を整理してみると、右下にはリリーとプロトタイプと思われるイラスト、左下にはリリーのお茶会に登場する友達、さらにリリーが持っているキャンディーや塗りつぶされたポピーのような絵も確認できます。そして、その中でも特に気になるのが4人組の孤児のような人物たちです。この4人組を見て思い浮かぶのが、チャプター3のゲームトレーラーに登場した顔を塗りつぶされた孤児たちです。さらにその直後には、キャットナップの孤児であるセオドアの映像が差し込まれていました。この演出を踏まえると、この4人組もまた、何らかの被験体である可能性が示唆されているようにも見えます。もちろん現時点では、性別や詳細まではわかりません。ただ、ベストフレンドフォーエバーという言葉が添えられていることを考えると、リリーがこの4人と何らかの関係を持っていた可能性はありそうです。とはいえ、現段階では情報が少なく、まだ憶測の域を出ません。今後のストーリー展開や、来月予定されているリリーとギブレットの質問大会で、新たな情報が明かされることに期待したいですね。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。